こんにちは、みーちゃんです。今回はこちら、オブスボットティニー3のカメラになります。こちらのカメラを使い、初期設定からオブスボットセンターまでをわかりやすく解説する動画になっています。ぜひご覧ください。はい、それでですね、皆さん、オブスボットとは何か。オブスボットというのはですね、AI を使用して映像市場に画期的な、技術を注入しようというイメージテクノロジーおよびハードウェアブランドになります。とても新しい最新の技術を使用している AI 機能を搭載したカメラになっています。例えばですね、これから、ご説明していきますが、声を使用していろいろなジェスチャーをしたり、ハンドジェスチャーで動かしたり、いろいろと搭載されているんですね。配信なんかをしている方にはとてもおすすめなカメラになっています。それから YouTube の撮影なんかもオブスボットを使用して撮影することも簡単にできるかと思います。とてもいい AI を使用した新しいカメラだなと思っていますので、おすすめの、ブランドとなっています。ではこちらのカメラ、早速開封していきたいと思います。はい、オープン。じゃじゃーん。箱の中にはこちらのオブスボットのケースと、説明書が入っていました。はい。では開けてみたいと思います。かっこいいケースです。じゃーん。はい。ケースの中に入っていたものを取り出してみました。こちらがカメラ本体になります。そしてカメラにつける三脚、USB の、変換のものとタイプ C のケーブルです。こちらはですね、いろいろと、開くようになっています。こんな感じですね。で、ここにモニターに引っ掛けるような形で使います。そして、ここの部分が実はカメラの後ろと磁石になってくっつくようになっていました。はい。それから、こちらのコードですね。結構長いです。こちらのタイプ C の部分をカメラの裏側のところに接続したいと思います。はい。今度はですね、カメラを接続するパソコンの裏側に来ました。USB または Type-C を接続してみてください。はい。ケーブルを挿したらカメラの下の部分がグリーンに光りました。先ほど付属していた磁石でくっつく、この下の付属品とカメラ本体をつけてですね、このように L 字にします。そして、このモニターの上の部分に引っ掛けてみました。前から確認してみたいと思います。とても簡単にパソコンと接続することができました。次はですね、オブスボットセンターのアプリをダウンロードしてみたいと思います。はい、今度はですね、オブスボット .com ダウンロード、こちらの URL を、サーチして、オブスボットセンターをダウンロードしていきたいと思います。このような感じで、ウェブサイトが出てきたと思います。ソフトウェアのダウンロードをしていきたいと思います。今、オブスボットティニー2の場所をクリックしました。そうすると、オブスボットセンターというソフトウェアをダウンロードすることができます。Windows か Mac の OS、選択してダウンロードボタンを押してください。
はい、オブスポットセンター、このような感じが一番最初に出てくるかと思います。ではスリープ状態と書いてますが、ここを押してみたいと思います。そうするといろいろな、モードが出てきました。ここから細かく設定をすることができます。スリープ状態になった状態がこの状態になります。起動した状態になります。はい、カメラとオブスボットセンターをつないでみました。で、オブスボットのですね、センターというアプリを使用して今回はどのようなことができるのかというのを確認していきたいと思います。で、まず早速、簡単な説明をしていきたいと思います。まず一番上ですね、私が映っているこの映像はビデオレビューというのを使用して、映っている状態になります。こちらはですね、大きさをこのような感じで自由に変えたりできます。カメラで今どのように映っているかを確認することができます。次に、スリープモード、カメラをオンオフする、ボタンになります。そして次が、記録というボタンになります。そしてバーチャルカメラ、こちらバーチャルカメラは、配信などを使用するときに使う機能になります。そして美化、色味を変えたり、それから、顔のバランスを変えたり、目を大きくしたりなどの AI 機能を、こちらで触ることができます。そしてリモコンですね。リモコンは、このような感じのリモコンが販売しております。はい。で、その他というところで、ショートカットキー OSC というのがあります。そして下の段ですね。コンソール、画像、その他というものがあります。コンソールは、このカメラの機能になります。画像はですね、この、ビデオレビューに映っているこの画像の状態を撮影した場合の細かな設定になります。その他というのがあります。いろいろな、モードもありますので、オブスボットセンターで、設定できるという状態になっています。はい。では、まず基本的によく使うものを説明していきたいと思います。ジンバル速度、ビジョンとジンバルというところを、使っていきたいと思います。で、これ微調整というのと粗調整というのがあります。こんな感じでここを動かすとですね、カメラを左右右左上なんかで動かすことができます。また速度なんかも調整して速さを決めることもできます。そしてここでズームをしたりすることもできたり、ワイド、中、ナローという感じで、大中小と選ぶことができます。画質を変えることができます。で、この映像の画質、ビデオプレビューの左下にあるんですが、ここですね。ここにあります。今 1080p の 60fps となっています。ここをポチッと押すとソフトウェアの設定という、項目が出てきます。で、ここの解像度という場所ですね。ここから 4K にすることもできたり、逆に720に、画質を落としたり FPS を変更したりすることもできます。画像の設定は画像というところでフォーカス、オートフォーカスをやめるとこんな感じになって、マニュアルフォーカスっていうので自分でフォーカスを設定することができたりします。で、顔だったり
全体にフォーカスを当てるのか、ここで決めることができます。露出もですね、どんな感じでとかいろいろ設定ができます。で、このホワイトバランス結構面白いなと思ったんですけど、色味を変えたい時ですね、ちょっとピンク系にしようかなとか、ちょっと青みのある色の写真が撮りたい、グリーンだったり温かみのある、オレンジっぽい色とか、個人的にはここかな、ちょっとブルーっぽい色味が好きなので、ブルーっぽい色で写真を撮っていきたいと思います。はい、チーズ。スナップショット完成しました。ご自身で自分の好きな色設定をここで、することができます。はい、じゃあ次はですね、プリセットというモードの設定をしていきたいと思います。コンソールの下の方にありますプリセットという場所ですね。で、最大3つのパターンを設定できます。座ってる状態だったり、立ってる状態の、カメラ位置の設定だったり、3つほど設定が記録することができます。早速いろいろと設定してみたいと思います。追加するをしたいと思います。プリセットが設定できた状態になっていると思います。初期状態にしたり、削除したり、名前を変更、座ってるって名前にしますね。じゃあ今度はですね、この状態で立ってるモードをプリセットしていきたいと思います。これで立ってるモードのプリセットができたのかな。ちょっと座ってるモード変わりましたね。で、立ってるモード、おお、変わりましたね。ズームバージョンのプリセットを追加したいと思います。はい、じゃあこれでちょっとプリセット3つ設定したので確認してみます。まず普通の座ってるモードですね。立ってる時用のっていうので、ズームモードにしたい3つの、プリセットを設定することができました。はい、今度はですね、AI モードを使ってみたいと思います。AI モードのカメラプレビューコンソールの中にある AI 追尾というものですね。で、人物追尾の自動ズームというのを使ってみたいと思います。で、シングルモードとグループモードというのがありますが、シングルモードで使っていきたいと思います。早速少しカメラが動きました。カメラプレビューの中に緑色の四角に囲われたものがあります。ちょっと動いてみます。こんな感じで、追尾してくれるみたいです。立ち上がってもしゃがむような形にしてもちゃんとカメラが追尾してくれます。はい、フルボディ、上半身、クローズアップ、これが今頭がない状態、下半身、おー、ちゃんと下の方が映るようになりました。はい、次はですね、物体追尾という新しい機能を紹介したいと思います。こちらの機能はですね、ティニー3もしくはテイルシリーズのみに、限定としてついている機能になっています。コンソールの AI 追尾ですね。この中にオブジェクト追尾というのがあります。で、これどうやって設定するかと言いますと、このビデオプレビューの下の方にあるここの設定の部分ですね。オブジェクト追尾というものですね。で、これを押すと追尾したい対象を、手動で囲んでくださいとあります。リモコンを囲っていきたいと思います。こんな感じかな。で、OK を押すと、お、カメラの追尾のマークがリモコンに映りました。人物ではなく物体を追尾することもできるみたいです。そしてクローズアップというのもあります。クローズアップですね。通常モードにするとこんな感じで使えるみたいです。
今度はですね、ジェスチャーコントロールをやっていきたいと思います。AI 機能を使って手の動きだけでジェスチャーでズームをしたり、追尾機能をオンにしたりすることができます。その他の場所にありますジェスチャーコントロールですね。こちらをオンにしていきます。3種類ございます。追尾機能、ズーム、それからダイナミックズームというのがあります。やっていきたいと思います。手を挙げます。そうするとカメラがですね、点滅します。緑のライトからブルーのライトに変わります。追尾が開始される状態になります。次、ズームのインとアウトですね。L 字を作って顔の横に乗せます。はい、これで今、ズームイン、追尾モード、それからズームされてます。もう一回 L にするとズームアウト。今度はですね、ダイナミックズームというやつですね。手で L 字を2つ作ります。こんな感じで手の感覚の広さでズームしたりズームアウトしたりっていうことができるみたいです。で、手を挙げてしばらくすると、追尾機能が解除されます。今度はですね、新しい機能の、音声コントロールをやってみたいと思いますが、英語が対応してるみたいです。Hey Tini というと、カメラが起動します。Sleep Tini というと、カメラがオフになります。Track Me というと、追尾をしてくれるみたいです。Unlock Me というと、追尾を解除します。そして Zoom in Closer というと、Zoom in をしてくれます。Zoom in Closer これは、Zoom out をしてくれます。そして Position 1、Position 2、Position 3これを、伝えることで、Tini はポジション、プリセットですね。プリセット1、2、3を、設定してくれるそうです。Zoom in Closer Position 1 Position 2ポジション2もうまくいきました。英語力がないみたいです。では、ぜひ皆さんもトライしてみてください。次はですね、美白機能を、使用してみたいと思います。実はですね、こちらがかなり、優秀な美白機能を搭載してます。まずですね、背景ぼかしというものがあります。こちらをポチッと押すとですね、背景をぼかすことができます。レベル1、レベル2、レベル3、レベル5、レベル6、レベル7、レベル8まであります。背景ぼかしという機能です。で、次、補正というものがあります。すでに、もう補正、美白とスキニングというのはかかってます。ちなみになしだとこんな感じで、これがオフモードです。で、カスタマイズって自分の好きなように、色味をこうやって美白にする。これ0だとするとこんなに 50% くらいでこんなに変わります。クリアだとちょっとクリアな感じの肌の色になります。スリムになるとなんとですね、顔が小顔になります。はい、こんな感じで、自分の好きなように、ベースをまず整えることができます。そしてですね、かなり細かくいろいろ設定できます。顔、目、眉毛、鼻、口、すべてにおいていろいろとできます。まず一つ目ですね。なろうというのがあります。これは動かすとちょっと自分の頬骨あたりがへこんだりしていきますね。長さっていうのもあります。長さは顔の長さですね。V 字。V 字にするとだいぶシャープな顎つき。ヘアラインっていうのは頭がちょっと伸びたりしてます。胸骨っていうのがあって、これもなんかなろうにちょっと近い感じがしますね。で、顎。わかりやすくするにはどうしたらいいんだ。
今度目、よく、皆さんが使用するのはおそらく目だと思います。目を大きくしたい方とか輝きを増したいとかそういう方にはおすすめですね。まず目の大きさを変えていきたいと思います。 100% にするとこんなに大きな目になります。輝き、キラキラな目にしたい人はキラキラーっていうので 100% でもいいかもしれません。あとはね、目の距離が、コンプレックスな方とか目尻を垂らして垂れ目にしたいとか、ちなみにこんな感じでめちゃめちゃ垂れます。こんな感じで逆につり上がることもできます。で、目の下のクマっていうのも実は変えれるみたいで、100% にするとすごくここの下が綺麗な白さになります。こんな感じで、カスタマイズしていろいろな、眉毛も変えたり鼻まで変えることもできます。また口ですね、口も結構、変えることができます。はい、ズームでやってみましょう。それではふくよかな唇、今度口ちっちゃくなった、大きくなった。で、歯の色今 50% になってますが、これがノーマル。これは、芸能人並みのホワイトな白さですね。鼻も、実は細くすることもできます。それ結構自然でナチュラルに細くできます。これノーマルです。で、ちなみに体とか、化粧まではできるんですね。アイメイクがまずアイシャドウ、こんな感じでいろいろなアイシャドウを試すことができます。今度アイライナー、かわいい元気系、猫目、ソフトな感じ。猫目かなり猫目になりますね。これもまたレベルを上げてカスタマイズできます。次、まつげ、かわいいバービーな目とか、どれがかわいいですかね。魅惑的な、結構好きな感じのまつげの感じです。はい、今度カラーコンタクト、目の色を変えることができます。ちょっとブラウンになりました。今度トパーズ、クレセント、ブルー、アンバー、はい、今度ブラウン。こんな感じで、いろいろなアイメイクができます。ちなみに眉毛もちょっとできるみたいです。ちょっと濃くしたり、こんな感じで、ちょっと勇気な半月眉毛。はい、戻りました。こんな感じでいろいろと、最初から設定されてるモードもあるみたいです。はい。で、またフィルターをかけることもできます。今シアーというフィルターがかかってます。これフィルターなしのバージョンだとこんな感じです。すべてがオフな感じがしますね。すべてオフな感じがします、この状態で。自然な色味、これもレベルを変えることができます。フレッシュ、こんな感じになります。クリア、これはクレイスタイル、ソーダ、白黒、ピュア、シア、フィルムといった感じで、いろいろと自分好みな感じの、フィルターもかけることができます。こんな感じで
美白モードが試したり、お化粧をすることができますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。かなりいろんな、フェイスメイクなんかもできたりしますので、面白いかと思いますね。アイメイク以外もチークこんな感じで変えたり、口紅の色なんかも可愛く変えることもできます。あとシェーディング、ここの感じが変わったと思います。こんな感じでいろんな、モードが選べるので、ぜひ試してみてください。はい、今度はですね、OBS にカメラを映す方法ですね。OBS があるんですけど、これは配信をしたりとか、YouTube などを使ったり録画したりするときに使える、アプリになります。で、OBS 上でカメラを使用したい場合の使い方の方法です。まず、オブスボットの、このセンター、ビデオプレビューの中に、実はバーチャルカメラというマークがあります。ここにもあるんですが、バーチャルカメラというマークを、どちらか押してもらうと、はい、ビデオプレビューの中にバーチャルカメラのマークがつきました。そして OBS に行きます。 OBS、いろいろな機能がありますが、ソースというところのプラスから映像キャプチャーデバイスというのを選びます。で、タイトル、わかりやすい感じでカメラや、オブスボットなんかをこう書いて、バーチャルカメラというのを選ぶと、こんな感じでバーチャルカメラが、使えるようになりました。はい。で、ちなみに美白機能とか、背景ぼかしなんかもここの、状態から使えます。こんな感じでいろんなモードも使ったり、フィルターも変えることができます。皆さんここまでお疲れ様でした。オブスボトティニー3、とてもいろいろな機能が搭載されている新しいカメラになっています。AI 機能もいろいろなものが追加されていましたね。例えば音声で2人かけてカメラを起動することができたり、追尾機能の中には物体を動かすだけで追尾してくれる機能が増えていたり、またカメラもですね、分かりやすい感じでライトが点滅したりして変わったよというのを教えてくれたり、さらに使いやすい、カメラになっています。オブスボットセンターというアプリ一つで何でもできる新しい AI の、カメラだなと思いました。皆さんはどれが一番気に入りましたか？私はですね、プリセット今後使っていきたいなと考えています。一つボタンを押すだけで立ってるような姿の時、座ってるバージョン、とても便利だなと、感じました。AI モードいろいろ、ありますし、あとは録画の機能なんかもあります。ビデオプレビューを見ながらカメラで撮影をしてみたり、ぜひやってみてください。英語の音声で、音声コントロールなんかを使用して AI 機能をフルに使ってみるのもまたありだと思います。ライブ配信で顔出しをしている方、撮影をしている方、会議なんかで自分を綺麗に見せたいなんかの方にはおすすめだと思います。本当にいろんな方におすすめのカメラとなっていますので、ぜひご使用してみてください。それでは皆さんご視聴どうもありがとうございました。